オウム真理教事件、戦後史最大のカルト犯罪の記録。瞑想団体の誕生と急進化。1984年、東京都渋谷区に、オウム真仙の会という小さなヨガ教室が開設されました。これが、後に日本社会を根底から揺るがすカルト教団、オウム真理教の始まりです。創設者である、朝原将校、本名、松本千鶴夫は、新興宗教団体に入信した経歴があり、その教えをベースに、独自の修行法と終末思想を融合させました。初期のオウム真理教は、超能力開発や瞑想を謳う団体として、主にエリート層の若者や大学生の間で信者を増やしていきました。彼らの多くは、既存の社会や物質文明に疑問を感じ、精神的な充足を求めていた人々でした。教団は、彼らの求める答えを提示し、急速に組織を拡大していきます。1987年には宗教法人として認証され、オウム真理教に改称。しかし、この頃から教団の教義は急進的な終末論へと傾倒し始めます。ハルマゲドンと呼ばれる最終戦争が近づいているとし、選ばれた信者だけが救われるという排他的な思想を強めていきました。1989年、教団は批判的な立場をとっていた坂本堤弁護士一家失踪事件を引き起こします。これが教団による最初の組織的な犯罪とされています。この事件は、教団の教義が現実社会の秩序を破壊する方向へと逸脱していった決定的な転換点となりました。隠された武装化と疑惑の発生。坂本事件以降、オウム真理教は社会から逃れるように、山梨県上九式村の富士山麓に広大な施設を建設し、信者の集団生活、サティアンを開始します。教団内部では、朝原将校を絶対的な指導者とするピラミッド型の階層構造が確立され、信者たちは極端な修行と奉仕活動を強いられました。彼らの生活は外部から完全に隔離され、社会の常識や法規範とは異なる、独自のルール、オウムの法が支配する閉鎖空間となっていきました。この頃、教団は密かに武装化を進めていました。彼らの目標は、教義に基づく最終戦争を戦い抜くための兵器開発です。教団の技術者や科学者であった信者たちは、化学兵器や銃器、さらには軍事技術の研究に没頭していきました。1994年6月27日、長野県松本市で教団の土地紛争に対する訴訟を抱えていた裁判官を狙い、サリンという神経ガスが使用されました。この事件は、無差別な毒ガステロという極めて異例の犯罪であり、市民8名が犠牲となり、多数の負傷者を出しました。警察は当初、事件を近隣住民のトラブルと見ていましたが、現場に残された遺留物や、事件直前からの教団への不審な通報が相次いだことで、徐々に捜査の焦点はオウム真理教へと向かっていきます。地下鉄サリン事件と社会の崩壊。1995年3月20日、日本の犯罪史、そして戦後史において最も衝撃的な事件が発生します。午前8時ごろ、通勤、通学ラッシュで混雑する東京の地下鉄で、サリンが散布されました。このテロ行為は、霞が関の中央省庁が集中する主要駅を狙った、極めて周到で計画的なものでした。無防備な多くの市民が犠牲となり、死者13名、重軽傷者6300人以上という甚大な被害を出しました。東京の中心部で化学兵器が使用されたという事実は、日本の安全神話を根底から崩壊させました。事件発生直後から、警察は一斉に捜査体制を敷き、オウム真理教への強制捜査を準備します。そして、地下鉄サリン事件の発生から2日後の3月22日、警察は山梨県上九式村の教団施設に対し、大規模な家宅捜索に踏み切りました。捜索の結果、施設内からは、
サリン製造に使用されたとみられる化学物質、多数の銃器、さらには他の信者への非人道的な洗脳行為が行われた痕跡が発見されました。これにより、オウム真理教が単なる宗教団体ではなく、国家転覆と無差別テロを目的とした武装カルト集団であったことが白日の下にさらされました。捜査と組織の崩壊、大規模な捜査の結果、教団の主要な幹部らが次々と逮捕され、教祖の麻原彰晃も5月16日に逮捕されました。一連の捜査と逮捕を通じて、オウム真理教が関与した事件の全貌が明らかになっていきます。その中には、VX ガスを用いた襲撃事件、自動小銃の密造、さらには信者や外部の人間に対する殺害事件が多数含まれていました。組織の最高幹部たちは、麻原の終末思想と絶対的な指示のもと、とは、殺害という独自の教義解釈を行い、残虐な犯罪行為を正当化していました。彼らにとって、教祖の命令は法律や道徳よりも上位にありました。これらの犯罪は、当時の日本の警察、検察、裁判所のすべてを巻き込む、前代未聞の規模の司法闘争となりました。裁判は長期化し、複雑な教義や思想、そして科学的な証拠の解明に多くの時間が費やされました。オウム真理教は、地下鉄サリン事件以降、組織としては急速に力を失い、教団は分裂、その一部は、アレフや光の輪といった後継団体へと形を変えましたが、現在も公安調査庁の監視下に置かれています。司法の断罪と歴史の教訓、一連のオウム真理教事件に関する裁判は、約20年にわたり行われました。この裁判を通じて、麻原彰晃と主要幹部に対する死刑判決が次々と確定していきます。裁判では、特に麻原彰晃の刑事責任能力が最大の争点となりました。弁護団は心神喪失を主張しましたが、裁判所は彼の責任能力を完全に認定し、事件の首謀者として断罪しました。2018年7月6日、麻原彰晃を含む教団の元幹部ら13名に対し、死刑が執行されました。これは、一連のオウム事件の司法的な終結を意味しました。しかし、事件は司法的な断罪では終わりません。オウム真理教事件は、日本の戦後社会に以下の重い教訓を残しました。1、カルトの危険性。閉鎖的な環境下で絶対的な指導者を崇拝し、外部社会の価値観を否定する集団が、いかに急速かつ大規模に武装化し、社会の秩序を脅かす存在になり得るかを示しました。2、社会の脆弱性。自由な民主主義社会において、思想の自由と公共の安全をどのように両立させるかという難しい課題を提示しました。3、テロの脅威。化学兵器が国家ではなく非国家主体によって使用されるという新たな形態のテロの脅威を現実のものとしました。風化させない記憶。事件から数十年が経過した今もなお、オウム真理教事件は日本の歴史の教訓として、そして犠牲者の記憶として語り継がれなければなりません。私たちはこの事件の記録をたどることで、犠牲となった方々のかけがえのない命に鎮魂を捧げるとともに、社会の闇と人間の心の深淵に何があったのかを考察します。この歴史から目を背けず、批判的な精神と共感の心を持って向き合うことこそが、より安全で幸福な社会を築くための礎となるのではないでしょうか。